世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、タカと申します。今回は新しい敵を作っていこうかなと思います。少しね、普段登場するような敵たちとは違ったタイプのキャラに仕上げていこうと思ってます。今回はその敵制作の触りの部分ですね、共有していきます。ぜひ最後までご覧ください。一応ゲーム制作全体の流れとしては、前々回の動画でね、新しいマップの作成、セカンドステージですね、の着手をスタートして、で前回動画で新武器両馬券の作成ですね、プレイヤーアクションの拡張をスタートしました。そして今回は新たにエネミーを追加していこうということで、この3本がね、うちのゲームのメインのコンテンツとなっております。マップ、プレイヤーアクション、敵の種類。これらは多くのアクション RPG でね、メインのコンテンツとなっていること多いと思うんですが、もうここから先はですね、完全にコンテンツの量産、作業という形になっていきますね。一応ファーストステージ作るにあたって、プレイヤーのデフォルトである片手剣の武器のアクション、それから一面に登場してくる数種類の敵と、ボスキャラクターが2種類ですね。これらをしっかり作り上げまして、ゲームのサイクルの方もね、一応ボスキャラクター2体分ということで、2サイクル分うまく回せるようにゲームシステムっていうものがほぼほぼ完成しましたので、あとはね、それらを流用しながらコンテンツの量産、しっかりとやっていって面白いものをね、作り上げていきたいと思います。じゃあ今回は新しい敵の方をですね、早速作っていきましょう。まず最初に今回使用していくアセット、ゲーム制作用の有料素材ですね。こちらの紹介からやっていきます。敵のモデルとして使用するのがケイブトロール。かなり大きめな人型のキャラクターですね。そしてモーションとして使用していくのがジャイアントゴーレムアニメセット。この2つを組み合わせて作っていきたいと思います。この敵でやりたいこととしては、今までなかったような大きなサイズ感の敵とのバトル。そしてマップ兵器、マップギミック的な使い方もちょっとしてみたいなと思ってます。具体的にはこのモーションセットの中に地面からね、岩を持ち上げて投げつけるっていうアニメーションが入ってるんですけど、こちらをちょっとうまく使ってね、遠距離から固定砲台として狙撃してくるようなマップギミック的な使い方もしつつ、プレイヤーが接近してくると素手での格闘に切り替えて近接戦もこなすというような感じの敵に仕上げていきたいなと思ってます。近接戦闘時のイメージとしては、もう完全にパワー系の鈍銃タイプですね。一発一発の攻撃は遅いので簡単に避けれるんだけど、もしね失敗して食らってしまうとかなり一発が重いというような感じにしていこうと思います。慣れればサクサクっと倒していけるようなプレイ感にしたいですね。では続いてはこの敵キャラクターの世界観的な設定ですね。ちょっと掘り下げていこうと思うんですけど、こういった要素はね、どうしてもアセットを使っている都合上、デザインの細部とかにね、設定を落とし込めなかったりするので、ちょっと薄くなりがちな要素ではあるんですが、一応ね、考えているものを共有しておきます。このトロルはですね、この世界では石付きと呼ばれています。ある生物がですね、何らかの影響で第一エネルギー、メイの影響を過度に受けすぎてしまった。この影響っていうのはどちらかというと悪影響的な意味合いですね。現実世界のイメージで言うと、ちょっと放射能汚染とか、そういったものに近いかもしれません。第一エネルギーの悪い影響を受けすぎてしまった生物が理性を失う代わりに凶暴、凶悪になった姿が石付きと呼ばれるものです。このトロルに関しては見た目からもわかる通り元の生物は人間です。そして先ほどね、何らかの理由でメイの悪影響を受けたっていう言い方をしたんですが、これはね、どうやら人為的に行われているようです。今作でジラの島に攻め入ってきた敵国のハクナでは、こうした人体実験にも似たような非道な行いは珍しくないです。この石付きトロルはいわば生物兵器のような役割として人為的に作り出された存在ということですね。そしてハクナの上級騎士とか戦士長たち、ボスクラスの敵ですね。こういった者たちの中にはわざとね、石付きになることを志願する者もいるようです。こういったもともとメイナスの戦士として素質のあるものが石付きになった場合は、今回のトロルたちと比べてより理性が強く残った状態で強さを手に入れることに成功しているケースが多いです。そういった者たちは後半ね、ボスとして登場することもあるでしょう。この石付きっていう設定はね、モンスター的なエネミーを作ったりするときとか、あとプレイヤーと比べるとね、一回り二回りぐらい大型サイズの人型のね、チャンバラできるタイプの強ボスなんかを作るときに一応設定としてね、落とし込みやすい、ゲーム的に色々やりやすい要素かなと思っています。じゃあね、せっかく石付きモンスター系のエネミーについての話をしたんで、ちょっとね、ドラゴン、韓流に関しても触れておこうと思うんですけど、韓流たちはね、言うまでもなく、メイの影響をね、最大限に享受した
うまく進化に取り入れていった最たる例ですね。あまりにも強大になりすぎたがゆえに、宇宙を目指して領域を拡大していこうとした結果、大地神の怒りに触れて、今やね、ほぼ絶滅しかけているという状態なんですが、やっぱドラゴンって聞くとね、ゲーマーとしては戦いたくなるじゃないですか。今回作る石付きトロルに関しても、今までの敵と比べるとかなり大型のサイズではあるんですが、やっぱりドラゴンと比べるとどうしてもちっちゃな存在ですよね。今作ではね、残念ながらドラゴンと戦うことはできません。これは完全に制作上の都合ですね。開発力不足ということです。似たような話を前々回のね、マップ制作の時もしたかと思います。妥協っていうワードを使ったりしましたね。どうしても妥協せざるを得ない要素が多々ありますと。これに関してね、ちょっと触れるか迷ったんですが、コメント欄でね、たくさん、意見いただいております。いろんな種類の意見がね、飛び交うこと自体はすごくいいことだと思うんですが、ちょっとね、最近新しい人も増えてきたのか、どうしてもね、攻撃的なコメントがちょっと目立つかなと思ってます。そういったコメントをされる方とかもね、多分リアルであったら全然普通にいい人だと思うんですよ。職場の会議とかにね、参加するときも絶対ポジティブで建設的な発言心がけてるだろうし、なんていうかな、その攻撃的すぎるとか、ネガティブすぎる書き方はちょっと控えてほしいなっていうのが正直なところなんですよね。で、これを言うと、勘違いする人もね、多く出てくるかと思うんですが、反対意見をね、言論統制してやりたいとか、そういう意思は全く持ってないです。むしろ反対意見、別の考え方を持つ人のコメントっていうのをよりたくさん見ていきたい。反対意見書くと、ハイタカにコメント消されるぞってね、おっしゃっている方もいるんですけど、意見が違うだけで消す、ブロックするっていうことは一切してないです。攻撃的なコメントだったりとか、ネガティブすぎて場の雰囲気をちょっと悪くしちゃうなっていうやつはブロックしてます。あと、YouTube 側の機能でね、過激なワードで書き込もうとした時に、自動的に削除するっていう機能もあるんですけど、そちらも有効にさせてもらってます。つまり何が言いたいかっていうと、書き方の問題ってことですよね。反対意見も別にポジティブに建設的に書くことってできるじゃないですか。というか皆さんもね、リアルだったらそういうところは気をつけて発言されてると思うし、本当これってインターネットの難しいところっすよね。匿名になるとね、どうしても普段よりちょっと攻撃的になっちゃったりとか、ネガティブな言い方してやろうとか、その気持ちはめっちゃわかるんですよね。ぶっちゃけそういう書き方した方が気持ちいいっすよね。それは僕も完全同意します。なんですが、うちのチャンネルはね、割と結構熱量高めでいいコメントくれる方が多いんで、このコメント欄だけでもね、ちょっとそういったところを気にかけてくれると嬉しいななんて思ってます。大半の方にはね、ちょっと関係のない話だったかもしれないんですが、どうしてもね、ちょっとみんなに聞いてほしかったので、今回動画に含めさせてもらいました。そしてね、今作ではちょっと妥協することになる様々な要素。例えば韓流とのバトルもその一つですね。こういったものは全て将来的にね、開発チームどんどんでかくしていって、しっかりとね、僕のやりたいことですから、必ず再度挑戦します。そもそも今の開発規模で作るようなゲームジャンルじゃないだろうっていうようなお声もね、多々いただくんですが、もうそれに関してはね、俺のやりたいことだからっていうのがアンサーになります。小さいものから作れっていうのはもう至極真っ当な正しい意見ではあると思うんですが、僕のようにね、モチベーションを最優先して作りたいものに巨大なメインクエストに挑戦していく。さらにそれを必ず成し遂げてみせるっていうことを SNS で公言してね、もう制約と制約ですよ。その力をバネにして大きなものを長い年月をかけて作っていくっていうのもありじゃないかなと思ってます。僕の活動を通してね、そういうやり方もあるんだよってことをね、証明していきます。相当長い道のりにはなると思うんですが、気長にね、お待ちいただければと思います。もちろん待てない人はもう見るのやめていただいても構いません。必ずね、いつかゴーティー取ってメディアに乗りまくって去っていった人たちの耳にも届くようにね、活動していきますので、その時にね、またお会いしましょう。さあ、石付きトロルくんなんですが、基本的なね、セットアップを済ませてきました。これに関しては前回動画の両馬券、プレイヤー用の新武器作成の動画ですね。の時にやったことと同じようなことをね、やっています。一応こいつは素手で戦う敵なんですけど、内部のプログラム的にはね、格闘というジャンルの武器で戦うというような作りになってますね。つまり素手格闘用の武器ブループリント、武器じゃないですけど、専用のブループリントを作って装備させているといった形式になっています。その他にも行動用のパラメータ準備したりだとか、
あと、こいつは新キャラなんで、アニメーションブループリント、モーションの制御ですね、を司るブループリントクラスっていうものもプレイヤーから流用してね、作成しております。結構ね、プレイヤーとエネミーで共通して利用できるプログラムっていうのは割と多くて、例えばファーストステージのね、2人目のボス、こいつが使っている両手剣とかもね、後々プレイヤーに実装予定で、普段からね、後ろに背負ってると思うんですが、結構制作コストをね、浮かせて作ることができそうだなっていうのがあったりとか、あと前回動画で作った両馬剣ね、こっちは逆にプレイヤーが使う武器としてね、作り始めたんですが、これもね、敵側が使ってくる武器としても再利用予定となっております。そんな感じでね、いろんな要素を並行して作り進めている感じになってます。こいつね、体はめちゃくちゃでかいんですけど、スケルトンデータ、つまり骨格、関節の構造ですね。これはプレイヤーと全く同じなので、基本的にスケルトンだったりとかアニメーションブループリントっていうのも流用していけるはずなんですが、ちょっとね、今問題が起きてまして、わかりますかね？こいつ待機モーション中にずっとビート刻んでるんですよね。まさかのミュージシャン気取りだった。というかもはや貧乏ゆすりしてるようにしか見えないんですけど、これがね、ちょっと今原因不明のバグとして発生してますと、基本的にこういったモーション関連でね、なんかこう意図しない挙動が起きちゃってる場合は、アニメーションブループリントを開いた状態でね、ゲームを一度プレイしてみましょう。そうするとね、こんな感じでリアルタイムでブループリント内部の流れを見ながらデバッグ作業っていうのが行っていけるので、これでね、例えばベースレイヤーの線をちょっと切ってみましょうか。そうすると止まりましたね。貧乏ゆすりが止まったんで、おそらくね、このベースレイヤーの内部に問題がありますよということが分かったんで、次はね、ベースレイヤーの中身を見ていきます。こんな感じでどんどん細部に入っていけば、おそらくね、そのうち問題の箇所に突き当たるはずです。というわけで、ついに一番細部の部分ね、問題の箇所を見つけたんですが、これはフットポジション、つまりキャラクターが立ってる時の右足と左足の位置をね、いい感じのところに調整してくれるっていう機能があるんですけど、ジョグの状態から立ち止まると、こんな感じでね、なんかこういい感じに足踏みして立ち止まってくれるじゃないですか。こういう機能のことを指してるんですが、どうやらね、この石付きトロルくんは関節の構造とか自体がプレイヤーと全く一緒なんだけど、一本一本の骨の長さがね、特にこの足の長さとかがだいぶプレイヤーと違ってるっぽいんで、おそらくそこが悪さしてるのかなと思います。最良のフットポジションを求めてずっとビートを刻んでしまうと、そんなところですかね。で、この機能なんですけど、基本的にエネミー側では必要ないかなと思います。というのも、敵キャラっていうのは基本的に何かしらのアクションをしている状態であることが多いですし、立ち止まる、待機モーションに戻ることがあるとしたら、プレイヤーが遠く離れた時ですよね。プレイヤーを見失うと待機モーションに戻るっていうのが一応あるんですけど、その場合はね、敵の姿はもう画面の中では小さな表示になってると思うので、このフットポジションのね、調節機能に関しては、石付きトロールにおいてはね、ちょっとオフにしようかなと思います。これにてセットアップ作業、下準備がね、完了したので、あとは攻撃モーションの方を準備していって、実際にね、AI の行動パターンを組んでいくっていう流れになるんですが、使える攻撃モーションがね、こんな感じになってます。こいつはめちゃくちゃ強いね、敵にするつもりはないので、今見えてるモーションだけでね、一通り十分揃ってるかなと思います。特にこういった背後攻撃とかね、あと空中に飛んでからのスタンプ攻撃。こういった攻撃があると作りやすいですよね。いくら弱めの雑魚敵といっても、背後にいるプレイヤーに対してね、何もできないとかなると、さすがにね、弱くなりすぎる恐れがあるので、こういった背後攻撃とか、あと空中にいる時に旋回させることができるスタンプ攻撃なんかは非常にありがたいですね。あとはスタンプ攻撃に関しては、衝撃波なんかをつけてね、ジャンプでかわすみたいな遊びもちょっと入れていこうかなと思ってます。ファーストステージの敵を作るときにね、ベースのシステムとして敵の攻撃判定ですね。武器に攻撃判定、こんな感じのカプセル状のものを付属させたりだとか、あとはそれ以外にもね、右腕、左腕、それから右足、左足にも攻撃判定を出せるように準備してあったので、こいつの格闘攻撃に関してはね、それで賄っていけそうです。あとは飛び道具系に使う要素として、カプセルあるいは球状の当たり判定を生成するというようなベースシステムも準備してあるので、さっきのスタンプ攻撃だったりとか、
あとはこの岩をね、地面からえぐり取って投げる攻撃なんかはそういった攻撃判定をね、生成する機能で賄っていきたいと思います。実際のこの岩の挙動ですね、飛び道具の挙動に関しては、これも昔ね、弓の武器を実装するときに、飛び道具のプログラム組んでますので、そいつを改造していけばね、作ることできるかなと思います。というわけで今回は新エネミーですね、石付きトロルの触りの部分共有させてもらいました。これらと並行してですね、以前からお伝えしている体験会イベントに向けた実装っていうのも行ってまして、そちらの方に関してはね、また予定が固まり次第共有していきますので、もう少々お待ちください。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。また来週もよろしくお願いします。